UFC298 前回に続いていろいろ振り返りながら打撃勝負で KO するパターンに結構用意してたのと、あとパウンドをガンガン入れるっていう着目して見てたのがメラブ対セフード、振る舞いだったりとか記者会見も含めやっぱボルガノの築いてきたものってすごいし、Welcome to リンヤチャンネル。リンヤチャンネルの時間です。今日は UFC298 前回に続いていろいろ振り返りながら他のカードについてもいろいろ思ったことなりを話していきたいなと思います。はい、勝利おめでとうございました。お疲れ様です。ありがとうございます。ね、はいはい。怪我の方もあって、はい、大変でしたけど。怪我、まあそうですね。拳の怪我だから、まあ意外とすぐかなと思ってたけど、意外と面倒くさいので、やっぱちゃんと今固定を超がっちりさせられてるんですけど、はい、この状態で過ごして、次の試合もすぐやりたいなと思ってたんですよね。5月末かも6月ぐらいにやりたいなと思って、インタビューでもそう言ったんですけど、やっぱそうはいかないかなって感じですね。はい。試合終わって数日経ってますけども、はい、改めてどういう振り返りになるか、はい、試合中はすごいストレスがあって、はい、納得いかない感じだったけど、まあ終わってみて勝てたことは本当に全てだし、あの舞台においてはまずそこをクリアできた安心感みたいなのが、まあ、徐々に出てきてるなっていう、毎回嬉しいおーとかじゃなくて、はい、なんかいろんな味わい方があるなっていう感じですね。今はだいぶ安心してますね。はいはいはい、はい、感じたことはとにかく、体の厚みがやっぱすごい違って、はい、あの胸毛は力強えぞって高谷さんも言ってたんですけどまあやっぱすごい、はい、力強くてなんか上手いファイターだったなって、やられないうまさがまああって、まあその中でちょいちょい仕掛けの危なさもあったけど、まあそこはなんかああいう状態でクリアできたことにすごい意味があったかなと思いますね。ベラ選手の足、素人目でしかないんですけど、はい、かなりやりづらそうだったなっていう。蹴り技じゃなくてですよね。じゃなくて、はい、寝てる状態の時のライアン・ホールもすごい向こうのセコンドなんですけど、はい、足関節でその UFC バンバン勝ってたファイター、はい、もうアドバイスがすっげえしつこくて。なるほど、はい、途中すごくいいポジション取ったりとかもできてはいたじゃないですか。そうですね。でやっぱこう今回のテーマというかこうメインで考えてたのは打撃戦っていうのと、はい、向こう打撃勝負してくると思ったんで、はい、結構こだわって、だから打撃勝負でこの KO するパターンみたいなのをこう結構用意してたのと、あとはパウンドをガンガン入れるっていうのを今回ちょっとテーマにしてて、うん、その後のなんか決めに対するスムーズさっていうのが今回なかったなっていう、うん、はい、セコンド陣も打撃寄りのメンバーで揃えて、はい、どんなパターンで KO するかっていうのをこうずっと、はい、結構やってたんで、思ってたのと違う展開になっちゃったな、まるっきりみたいなところがやっぱあったのかな。はい、だからまあそこら辺ちゃんとやって、次はあれぐらいのチャンスだったら絶対ものにするっていう寝技の感覚も持った上でいかないとダメですね。なるほど、はい、パウンドも結構入ってますよね。振った回数に対して当てた回数とはまあまあかなと思いますけど、まあ、結構振ったんでそりゃ何発かは入ってますね。入ってますよね、入ってますよねあれ、はい、おってこう一瞬見えるんですよゴールが、フィニッシュが、けどそこでこう行ききらんっていうのはやっぱ冷静さがもうちょい必要だったし、はい、練習でなかなかこうできない形なのであれって、はい、練習であんな顔を思いっきり殴ってたらやばいじゃないですか。だからどううまく試合の時に冷静に動けるかっていうところを次ちょっと進化させていきたいポイントとして見つかった。はい、はい、私会場の方に行かせていただいてて、はい、やっぱり会場の熱気は宮さんも言ってた通り、はい、すごかったんですね、はい、一番まあこんな感じなんだって思ったのはやっぱブーイング、はい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 、あれっていうのはやっぱやられてる選手にとっても結構メンタル的に削られるようなものなんですよね。初めて食らったんで、おやっ
べえと思って、こんななんかいっぱい見に来てくれてんのに、この見に来てる人たちを退屈させちゃってるとか、ほんと時間奪っちゃってるこれみたいな。お金もかけてみんな見に来てくれてるし、これを見に来てるのに自分の試合じゃなくにしても退屈な時間にさせてしまってるっていうのは、もうどうにかしなきゃこの状況っていうのはなんかなっちゃうっすね、はい、なっちゃってたっすね。だからなんかそれに対して気持ちよくマイペースで進められるような選手とかもやっぱいるんで、見習わなきゃいけない部分も感じたし、かといってこの焦る気持ちの自分を消してしまうとなんか成長にはつながんないのかなっていう、はい、気もするし、うまくバランス取っていければと思いますね、はい、まあこんな感じで、じゃあ次の試合298でもう一つ気になったのが、気になったというか着目して見てたのが、同じ階級のメラブ対セフード、はい、はい、ですね。あの2人とは、はい、まあそっか、セフード初めて見たのかな。メラブはなんかアブダビ大会の時にいたりしたんですけど、はい、ホテルとかで会うし、ウォーミングアップ場でも会うし、はい、結構ファイターズホテルって全選手そこ泊まるんで、ファイトウィークは、はい、まあ、何回も顔合わせるんですよ、うん、計量の時も見て、リカバリーした後の体とかも見てっていうので、まあなんかいろいろ感じたのは、セフードに関しては、はい、なんかすっごいレスリングの計量の時にいたようななんか感じだなっていうか、すごいなんかアスリート感が出てたっすね、はい、なんか別にそんな全然追いつけるところにはいるなっていう、はい、追いつける、まあすぐにでもっていう割と感覚になったっすね、計量の時とかですよ。でメラブは相当やり方考えないと面倒くさいなって思ってました。計量の時に見ただけで、はいはい、そのいけるなとか、はい、難しいなとかっていうのが分かるもんなんですか？計量の時ってこう一番ハングリーで、一番この素の部分が出てるというか、はい、人間の、はいはい、その時の佇まいって結構明日どういうパフォーマンスするなとか、割と見えやすい感じかなと思ってて、レスリングの時は例えばトーナメント20人います、25人いますとかなった時バーって並ぶんですよ、明らかに状態良さそうなやつとかも分かるし、そこで次の日の試合そいつのパフォーマンス見たらやっぱすげえいいし、やっぱりってなりますね。そういう意味でメラブってすごいなんかこの階級に適応してて、自分のなんか最大のポテンシャルのところら辺までこう高めてるなみたいな感じがあったんですけど、セフードはなんか別にそんな怖くないかもとはなんかこう動物的に思った感じで、はい、感じですね。計量の時点である程度この試合の結果っていうのは予想通り、はい、いやそれでも分かんないなと思ってました、直前まで。これなんか俺の気のせいかなとも思ってたし、はい、とはいえセフードもめっちゃ強いのは知ってたんで、どうなるんだろうなと思ってたっす。最初決まった時点で僕セフード勝つと思ってたんで、けどバッてこう会場とかで見て、はい、計量終わりとかもちょっと、まあ、同じ部屋にいたりして、自分がいざやるとなったらってこう考えるんですよ、はい、メラブは今だとちょっともうちょい自分にあの能力が欲しい、こうしたい、こうしてから戦いたい、はい、って思うのに対してセフードは本当作戦練れば、はい、なんかいけそうだぞみたいな感覚にはなったっす、はい、実際に試合見られて、はいはい、どういう感想を持たれました？最初の初速と集中力って面では全然上回ってるなと思ったんですけど、はい、どっちが上回ってる？自分がです。ああ、そういうこと、はいはい、でもこう戦い慣れの感じがやっぱ全然違くて、はい、向こうはやっぱ切らさないですよね、展開を、僕ってまだこうアクションを起こしたのに対して一回余白ができるんですけど、はい、そこを切らさない戦い方、あとは疲労のマネジメント、一息つき方みたいなのもやっぱすっごいうまいなっていう感じでしたね。でもそこに対してやっぱ切らないで先に行き続けたのがメラブ、仕掛けてたのがメラブだったんで、セフードはちょっと回復しようかなと思ったところにこうメラブの攻撃が続いたりとか、ああいう3ラウンドはすごい体力な差が出たんですけど、メラブはそこのテンポが最初ちょっと早い、やっぱお互いに3拍入れたいところメラブは我慢して1拍でいくみたいな、そういうなんかきつい選択をずっとし続けていくのはメラブで、それが最後大きな差に変わったんだなっていう、はい、感じですね。はい、メラブのやっぱでかいんですよね、ちょっと計量の時も厚みがあって、あれは肺もでかいだろうし、はい。
次、ボルカノフスキー選手と、メインイベントっすよね。相性的には良くない試合だったんで、ボルガノ決まった時はトップリアいやいっちゃうなこれとは思って、振る舞いだったりとか記者会見も含め、やっぱボルガノの築いてきたものってすごいし、進化が止まらないし、超 MMA オタクなんでやっぱ崩せないかなっていう気になってたんですけど、トップリアいっちゃいましたね。前の試合でボルガノは初めて KO されて、それを体がやっぱ覚えちゃったのかなっていう。頭では大丈夫だけど、潜在的なところでの恐怖心の反応みたいなのが今までと違う感じでプレッシャーかけられてたりとか。なるほど。おっとってなんか珍しい下がり方になっちゃってたりしてたんで、その辺が2ラウンド目の初っ端から結構出てましたね。1ラウンド目はそれでもさすがいい感じで動いてたんですけど、プレッシャーかけられ始めてからがちょっとよぎってるんじゃないかなっていう、気はしました。もともとそのテイクを取ってづけていく流れみたいな選手なんだけど、今回に関しては、テイクに行かなかった、あれはどういうふうに見られましたか？最初からトップリアも受けが強いから、最初からこうタックル行ってすごいやっぱレスリングの攻防って疲れるんで、でなおかつアタック行って切られるっていうのは切った側に対して自信がかかるし、プレッシャーも強くなるんですよ、やっぱ。だからやっぱ元気な時にタックルにこう行くっていうのは得策じゃないような気はしたんじゃないですかね、ボルガノ陣営は。だからこう1ラウンド目はもうジャッジスコアペーパー公開でボルガノが全員ラウンドつけてるんですよ。ボルガノ取ってるんですけど、ああいう感じで2ラウンドぐらい続けて、こう多分トップリアがストレス溜まってきたぐらいの時に集中力がちょっとってなった時に、テイクとか混ぜていくっていう感じだったんじゃないかな。ずっと打撃でやるとも思えないし、だからその前にトップリアが仕留めちゃったっていう感じなのかなって、予想してますね。入場の時すごいいい顔してたじゃないですか、個人的にもすげえこれ絶対勝つなって思ったんですけど、あの時の心境とかちょっと裏話になるんですけど、時差とか睡眠とかも、試合前にカフェインでこうテンションのこれを作らないようにと思って、カフェインを断ってたんですね。でじゃあ試合の日になってよし取ろうかなってなって、試合のバスに乗ってる間にカフェイン取って、カフェインのサプリメントも持ってって、控室入って今までは渡されたもの以外取っちゃダメだったんですけど、チェックしてる人に成分見せて監視員に、OK 出たら取っていいっていう風に言われたんで、そのアップ中も結構カフェインをこう取ってたんですよね。でエナジージェル飲んでそこにもカフェイン入ってたりしてて、気づいたら 450mg ぐらい取っちゃって、それですっごいなんか直前から呼吸で落とすみたいなことをずっとやってたんですけど、集中力上げてっていうのをやってたんですけど、よしと思って1ぐらいテンション上げようとしたらブワッて345って上がっちゃうみたいな感じだったんですね。そんな感じでおっとみたいなのもありつつ、控室の狭い部屋でウォーミングアップとかもして、で行くよっつって行ったらバーンってでっかいアリーナに入ってきて、うわーって観客入ってるじゃないですか、で自分のテーマ曲かかっておーってやってる時に気づいたらめちゃくちゃ多分上がっちゃって、テンションが振動がもう23上げようぐらいでいいのにもう30ぐらいになって、でも大丈夫ですよ。そんなやばいコントロール効かないやばいっていう感じではないけど、今思えばこれ超上がってるなこれみたいな、上がりすぎみたいなちょっと感じでも入って、お祈りして落ち着いて入って、パーってライトが集まった時にもう目がすっごいチカチカしてて、カフェインの取りすぎかなんかであれみたいな、夢の中これみたいななんか感覚になったんですよ一瞬。なんか見え方もゲームの世界みたいだし、なんかここにブルース・バッファーがいてなんかめちゃくちゃ喋ってるしみたいな、夢の中入ってきてるかもみたいな感じになって、ほんと変な、感覚になったっすあれ試合前一瞬。高谷さんが「集中しろよ集中しろよ」っていうのでスッてなんか認識入れて戻すみたいなことをこう何回かして試合入ったんですね。で試合中もすっごい喉乾いて口乾いてみたいなのがあったりして、
終わった後ケージ降りてブーって写真撮ってる時ゲロめっちゃ吐いたんですけど、だからちょっとそれも含めてめっちゃいい勉強になった。はい。刀抜くパフォーマンスとかあるじゃないですか、はい、名前呼ばれた時、はい、めちゃくちゃハイだったってことですよね。あの時はでもあれに集中できたんですよ。やっぱやるべきことやってる時は集中できるんですけど、そこに思考が入ってくると浮いちゃう。やっぱ重心が上げようとしたものに対して上がりすぎるから変な感覚はありました。刀抜くあれあるじゃないですか、ああいうのってどういう気持ちであれをやろうっていう風に決めたんですか？やっぱ日本人の魂っていうのを一番見せたくて、なるほど、こう日本人が来たよっていうのに一番分かりやすいパフォーマンスはやっぱ忍者侍とかになってくるなっていうので、自分は武道とか空手も別に柔道も心得てないんで、はい、そっちのパフォーマンスで何かあるかな、平君は忍者好きだからナルトのポーズみたいななんかやってるし、それこっちで行こうかなっていうので、はい、やってたら、メンタルコーチングの先生が「じゃあリンヤそれをやるんだったらなんでリンヤが格闘技をやってるのか」とか、こう生まれてからどういう思いでここまで来たのかとか、はい、っていうのを全部ここの鞘にカチッて入れた時に、ここのパンっていう体に対する圧でそれがもう一回ブワッと体の中に巡るように、そのエネルギーアンカリングの練習を結構やったんですよね、何回も。だからあれをガチッて入れることで自分がなんで格闘技やってるのか、何のために生きてきたのかって、もう自分はそこに繋がるんで、全部この USC の舞台で本当に多くの人に対してみんながそれぞれの持ち場で最高の力を発揮できるように、そのための初動とか興奮とかっていうのを生み出したい。他にもありますけど、そういう思いを全部ここにガチッてなった時全部出るようにしてるんです。したら、はい、迷いなくいける。なるほど、はい、ある種スイッチみたいな。スイッチです。はい。はあ。タイトルマッチでは全部抜いて見せてやる。はい。気をしてます。そういうこと？はい、そうです。したらタイトルマッチの相手も、いつものねと思ったら、抜いてきた。そう。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。無事勝利することができました。手が折れたり、思ってた打撃の展開見せたいなと思ってたり見せれなかったり、はい、して、歯がゆい試合だったんですけど、勝てたから OK！ はい、ありがとうございます。